こんにちは、A スタイルです。私は今タイのバンコクにいます。前回までの動画でバンコク1泊目に泊まったホテルや王道の観光スポット、王宮周辺エリアをご紹介しました。そちらの動画も見ていただけると嬉しいです。タイのバンコクは治安が悪くないため夜に出かけることもできます。今回はバンコク旅行の夜に楽しめるおすすめスポットを2カ所ご紹介いたします。どちらも旅行の思い出に残る素敵な観光スポットです。ぜひバンコク旅行の際参考にしていただけたらと思います。まず一つ目のナイトスポットはアジアティーク・ザ・リバーフロント。子供から大人まで楽しめるタイで人気のナイトマーケットです。バスやタクシー、無料のシャトルボートで行くことができます。私はアクセスが簡単でナイトクルージング気分も楽しめるシャトルボートを利用していきました。シャトルボートは船着き場のサトーンピアから乗ることができます。サトーンピアはタイの鉄道 BTS のサパーンタクシン駅近くにあるので BTS からの乗り換えも可能です。また、ジャオプレア川沿いにあるマンダリンオリエンタルやシャングリラ、ペニンシュラホテルの近くにあるので、それらのホテルに滞在している方はアクセスしやすいと思います。アジアティーク行きの乗り場があり、午後4時15分から11時15分まで30分おきに運行しています。私は午後6時15分のボートに乗りましたが、とても混んでいました。大きなボートですが、週末や時間によってはすぐに船に乗れないこともあるようです。サトーンピアからアジアティークまでは約15分。川沿いの景色を眺めながらクルージングを楽しみます。アジアティークは2012年にオープン。ジャオプラヤ川沿いの船着き場をリノベーションした巨大な商業施設です。広大な敷地に約1500店のショップや約40店のレストランがあります。もともとイーストアジアティーク社の木材工場やチーク材を海外に送り出すための船着き場があった場所で、タイの貿易の始まりの場所でもある歴史的な背景があるそうです。ウォーターフロントは素敵な雰囲気。夕暮れやリバーサイドの夜景を眺めながらゆっくり散策したり、ワインバーやレストランでロマンティックな時間を過ごすことができます。奥には倉庫街があり、ファッションアイテムや雑貨、レストランなどお店の種類によって4つのエリアに分かれています。倉庫街のショップにはお土産や衣類、アクセサリーなど可愛らしいアイテムがたくさん並んでいて、どのお店に入ろうか迷ってしまいます。値段は市場より少し高めですが、それでも物価が安いタイならではお得な買い物ができました。もちろん価格交渉も可能です。ローカルフードを衛生的に食べることができる屋台や、気軽に入ることができるタイ料理のレストランもあり、ショッピングの合間に休憩や食事もできます。今回私は行きませんでしたが、観覧車やニューハーフのショーなどもあり、エンターテインメント施設も充実しています。友達同士や家族、カップルも楽しめると思います。おしゃれで綺麗なナイトマーケットにぜひ行ってみてはいかがでしょうか。次にご紹介するナイトスポットはルーフトップバー。バンコクには有名なルーフトップバーがいくつかあります。高層ビルの上階から眺める街並みはとても美しく、人気観光スポットの一つにもなっています。
今日私が行くルーフトップバーはルブアホテルにあるスカイバー。アメリカのコメディ映画ハングオーバー2のロケ地に使われたバンコクの中でも特に有名なバーです。場所はタイの鉄道 BTS のスラサック駅やサパーンタクシン駅から約10分。こちらもチャオプラヤ川沿いにあるマンダリンオリエンタルやシャングリラ、ペニンシュラホテルから近く、歩いて10分程度で行くことができます。建物の一番上にある黄金のドームが特徴のルブアホテルステートタワーにあります。ルブアホテルのコンシェルジュにスカイバーの利用を伝えると1階のレセプションへ案内されます。手荷物を持っている場合は1階のレセプションに預け、エレベーターで64階に行きます。同じ場所にスカイバーとレストランのシロッコがあるので、バー利用の場合はスカイバーを利用する旨を伝えます。ドレスコードはセミフォーマルです。短パンやサンダルは NG。1階のレセプションでしっかりチェックされるので注意が必要です。バーへ案内される途中からこの景色。ここに来てよかったと思う瞬間です。向かって左側のテーブル席がレストランのシロッコ、右側のガラスに囲まれた部分がスカイバーです。バンコクの街並みとチャオプラヤ川を一望できる絶好のロケーションです。日が沈む前に来ると美しいサンセットも夜景も楽しむことができます。2016年に誕生したバンコクの新しいランドマークタワー、マハナコンタワーも見えました。キラキラの夜景はもう言葉にならないほど綺麗。バンコク旅行の夜を格別のものにしてくれます。バーではカクテル、ワイン、ノンアルコールのドリンクメニューがあり、数種類ですが軽食も用意されていました。お腹が空いたら横にあるレストラン、シロッコで食事をするのも良いかもしれません。ただシロッコはコース料理のみの提供のため注意が必要です。時間に余裕がない方やお腹がそれほど空いていない方は利用するのが難しいと思います。そしてこのレストランやバーはバンコクの中でも名門の老舗店。値段もそれなりにします。参考までに私がスカイバーの利用で支払った金額はスパークリングウォーター、シャンパン、軽食でサービス料込みで6215バーツでした。かなりの高額にびっくりしますが、この景色はバンコクの素敵な思い出になること間違いありません。プロポーズや誕生日、結婚記念日など特別なイベントにも良いと思います。ルブアホテルには他にもいくつかバーがあるので、スカイバーを利用したくても他のバーに誘導されることがあるようです。ルーフトップバーを利用したい場合は、スカイバーを利用する旨をはっきり伝えることをお勧めします。バンコクのおすすめナイトスポットいかがでしたでしょうか？私は両方とも初めて行った場所でしたが、アジアティークではショッピングを、ルーフトップバーでは私が今まで見た中でおそらく一番綺麗な夜景を楽しむことができました。
昼とはまた違った雰囲気のバンコクナイトをぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。次回の A スタイルではバンコクのスパをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。